ワンピース第1163話では、ゴッドバレーではかつてないほどの激戦が繰り広げられていた。カイドウ、白ひげ、そしてロックス3人は、イムと対峙していた。イムはサターンの体に宿り、巨大な雲のような姿で現れており、その頭部は黒い影に覆われていた。その存在感は圧倒的で、周囲の空気さえもねじ曲げるかのようだった。イムはロックスを見下ろし、その体内に流れるデイビー・ディ・ジョーンズの血を感じ取り、冷たい声で問いかけた。デイビー・ディ・ジョーンズ、やはり、その血が流れているな。ロックスは唇を歪めて笑った。人違いだ。俺はロックス DG ベック。だが、以前交わした約束とは、お前を倒し、世界を覆すためのものだ。必ず果たす。雷鳴が一層強まり、3人の覇王たちは同時に動いた。竜と化したカイドウのボロブレス、白ひげのグラグラの衝撃波、そしてロックスの覇王色が交錯する。だが、イムは動じない。無数の雲足が宙を切り裂き、闇の壁がすべてを飲み込んだ。人の力など、ゴミに等しい。闇の球体から黒き雷が放たれる。ぐわー、カイドウの鱗が裂け、白ひげの胸を貫き、ロックスすら吹き飛ぶ。圧倒的な力、それは、神と人の絶対的な隔たりだった。イムがカイドウにとどめを刺そうとした、その瞬間。待ちな、そいつはまだ、仮が残ってんだよ。轟音とともに、ビッグマムが闇を切り裂いて現れた。その巨大な拳がイムの足を叩き砕き、カイドウを押し飛ばす。死ぬには早よ、カイドウ。その、うおうおのみ。まだお前は俺に返す義務が残ってるだろ。カイドウが血を吐きながら睨み返す。わざわざ命の借りを作る気はねえ。勝手に救いやがって、余計なお世話だ。あんたが死んだら、果実も無駄になるだけさ。ビッグマムは冷笑し、炎をまとったナポレオンを構える。生きて返す気もねえなら、せめて役立ちな、化け物。こうして、ロックス、白ひげ、カイドウ、ビッグマム、4人の怪物が並び立った。4つの覇王色がぶつかり合い、天が裂ける。行くぞ。4人が同時に飛び出す。カイドウの炎、白ひげの衝撃波、ビッグマムの雷と炎の二重攻撃、そしてロックスの覇王の一撃。連続する攻撃がイムを飲み込み、ゴッドバレーの中心が崩壊した。だが、煙の中で、無駄だ。イムが立っていた。その体は半分溶け、半分は霧のように漂いながら、また元に戻っていく。神に歯は届かぬ。イムが両手を広げると、空全体が黒く染まり、数百の雲足が空から降り注いだ。避けろ、白ひげが叫び、地面を割って衝撃波で防ぐが、それでも4人は次々と吹き飛ばされる。くそ、こいつは化け物だ。カイドウが息を荒げる。ロックスは笑う。上等だ。化け物なら、俺たちも同じだろうが。戦場が崩壊し、海が割れ、天が裂けたその瞬間、遠くの空に、2つの覇気が炸裂するように現れた。まず現れたのは、モンキー・ディ・ガープ。その拳から放たれる覇王色と衝撃波が、まるで銀河をも砕くかのように広がり、イムの頭部へと襲いかかる。ギャラクシーインパクト、轟音とともに拳が命中するが、黒くまがまがしい頭部は微動だにせず、ガープの衝撃は空間に吸い込まれるかのように消えていった。続いてゴールディ・ロジャー。覇王の力をまとった一戦が、イムの雲の足を狙い撃つ。カムサリ、鋭い斬撃が足を切断し、空気を裂く。しかし、切り落とされた雲の足は瞬時に再生し、黒い霧のような血が戻っていく。二人は目を見開き、息を飲む。これは、化け物か。どれほどの力を注いでも、イムには一切の損傷がない。頭部は無傷。切断した足も即座に再生する。恐怖と驚愕が二人の胸を打つ。その圧倒的な力の前に、単独での勝利などありえないと悟る。ロジャーとガープは、互いの視線を交わすことなく、暗黙のうちに共闘を決意する。彼らはロックスと手を組み、イムを撃つための連携を選んだ。その瞬間、戦場の崩壊の中で、
白ひげ、カイドウ、ビッグマムも再び立ち上がる。傷つき、吹き飛ばされながらも、彼らの目には戦意が宿っていた。こうして、6人の怪物、ロックス、ガープ、ロジャー、白ひげ、カイドウ、ビッグマムが肩を並べ、イムへと向かう。6つの覇気と力が一つとなり、前代未聞の6対1、戦闘が今まさに幕を開けようとしていた。6人は一斉に襲いかかり、力を合わせてイムを打ち砕こうとした。カイドウの炎は空を焼き、地を裂き、白ひげの衝撃波は大地を揺るがす。ロックス、ロジャー、ガープの覇気と拳が次々に重なり、一撃一撃がイムの肉体に深く刻まれるかのように見えた。しかし、イムは微動だにせず、切られた足は瞬く間に再生し、頭部も無傷のまま。彼の黒くまがまがしい体は、まるで無限の耐久力を持つかのように、6人の攻撃を全く受け付けない。炎と衝撃波、覇気の波動は空中で交錯し、地面は粉砕され、戦場全体が震え、破片が舞う。6人の攻撃は、まるで水面に落ちる雨粒のように消え去り、何一つ永久的なダメージを与えられないのだった。戦場に重苦しい静寂が訪れる。その中で、イムは冷酷な微笑を浮かべ、指を一度だけ動かす。いけ。地面に横たわっていた悪魔たちが、まるで生きているかのように再び立ち上がる。前の戦いでロックスが倒した、イムの魔術で人から変えられた悪魔たちだ。その姿は変形し、黒いオーラに包まれた怪物となってロックスを狙う。イムの命令は冷酷無比で、悪魔たちは一瞬の迷いもなく襲いかかる。その中には、ロックスの父と祖母の姿もあった。目に映る光景に、ロックスの瞳が血のように赤く燃え上がる。怒りと悲しみが胸を突き上げ、拳が震え、全身が熱く焼かれるような感覚に襲われる。クソ、家族を、俺に戦わせるつもりか。胸の内の葛藤と憤怒を押し殺しながら、ロックスは次々と襲いかかる父と祖母を含む悪魔たちを打ち倒す。しかし、悪魔たちは再び立ち上がる。切った瞬間に再生する足。復活する家族。その度にロックスの心は引き裂かれ、怒りと絶望が渦巻く。血で染まる拳。打ち砕かれる体。咆哮する悪魔たち。戦場全体が怒りと悲鳴で満たされる。拳が家族を打つたびに、血のような痛みと精神的な苦悩が重なり、理性は押し流されていく。戦いの最中、イムの冷たい声がロックスの心に深く突き刺さる。デイビーの血筋。お前の一族は800年にわたり、俺の狩りの餌食となった。かつて栄えた家系は、今やわずか数名しか生き残っていない。怒りと悲しみに押しつぶされ、ロックスの体は震え、血管が浮き出るほどに緊張する。自ら体を傷つけながら、理性も防御も放棄し、ただイムへと突進する。その目には狂気が宿り、すべてを破壊し尽くす衝動がほとばしる。その瞬間、イムは完全にロックスの心を掌握する。黒い魔法陣、ドミリバーシーがロックスの足元に広がり、彼の体は徐々に異形の姿へと変貌していく。尖った牙が口から突き出し、破れた翼が背中に生え、尾が伸び、四肢の筋肉は鬼のように肥大化する。血管が浮き出た腕は硬質な角質で覆われ、全身から黒いオーラが立ち上る。ロックスはイムの命令に従い、完全に悪魔として生まれ変わったのだった。理性は消え去り、怒りと殺意だけが宿ったロックスの瞳が漆黒の戦場に光る。悪魔と化したロックスの前で、イムは冷酷に命じる。お前の家族も仲間もすべて消し去れ。ロックスの心は憤怒と絶望で満たされ、これまで守ろうとしていたものさえも攻撃対象となる。その頃、別の場所では、ロジャー海賊団とロックス海賊団の仲間たちが真っ向からぶつかり合っていた。ロックス海賊団のキャプテンジョンとガンズイは、仲間であるシャッキーを取り戻すために、ロジャー海賊団のシルバーズ・レイリーとギャバンの前に立ちはだかる。レイリーは傷を負ったシャッキーを抱え、激戦の森を駆け抜けていたが、突如、前方の木々をなぎ倒して二人が現れた。ここで終わりだ、ロジャーの男ども。
キャプテンジョンが金属の義手を持ち上げると、周囲の武器や鎧の破片が磁力に引き寄せられて宙に浮かび上がった。俺の磁力の檻からは逃げられねえ。その隣で、巨漢のガンズイが拳を鳴らし、口元から煙を漏らす。シャッキーは俺たちの仲間だ。返してもらうぜ。その手のひらからは、かすかに火花が走る。彼の体そのものが、爆弾、だった。レイリーは静かに息を整え、シャッキーをそっと地面に横たえる。ギャバン、やるしかないな。ギャバンは斧を肩に担ぎ、にやりと笑う。望むところだ。派手にやろうぜ。次の瞬間、地を裂くような轟音が鳴り響いた。レイリーの剣がジョンの磁力で作られた金属の腕と激突し、火花が散る。ジョンは右腕を振り上げると、森の奥から無数の鉄片が飛来し、レイリーを包囲する。マグネテンペスト。レイリーはその間を縫うように飛び、刃を逆手に構えて一閃。風圧だけで木々が裂けた。一方、ギャバンは巨大な斧を構え、ガンズイに突進する。でかいだけのやつが、俺の相手になると思うなよ。俺は、でかい爆弾、だ。ガンズイが笑いながら拳を振り下ろすと、その一撃が地面を外させ、土煙が吹き上がった。衝撃で森全体が揺れ、炎が周囲に広がる。ギャバン、右から来るぞ。わかってる。互いに背中を預け、息を合わせて敵の攻撃を受け流す。レイリーの剣とジョンの磁力、ギャバンの斧とガンズイの爆発。4人の覇気と能力がぶつかり合い、空気そのものが震えた。ゴッドバレーの森は、光と爆炎に包まれた。